奇跡の美食学。高知の魚はカツオだけじゃない。今高知の養殖魚が大きな評価を受けているのをご存知だろうか。例えば大月町宿毛湾で養殖する本マグロ。東京で行われた養殖マグロ品評会で堂々の日本一に輝いた。その品質はまさに天然そのもの。本当に天然に近い質の良いマグロを提供されていますね。1年を通してそんなに味の上下もないですし、その秘密は高知ならではの恵まれた環境にあった。この生けすの中で泳いでる状態だと最高な状態ですよ。運動もしてるしエネルギーも持ってるし。養殖物は脂がくどいなんてもう言えない。養殖は進化している。養殖物です。マグロのすごいですね。養殖やらないと食べ物なくなっちゃうじゃないですか、きっといつかね。で美味しく養殖できるっていうのはすごいと思います。今日は高知の養殖魚マグロの知られざる魅力をお伝えしよう。そもそも皆さん養殖の魚食べてますか？最近は食べんことはないけど、昔は全然食べだったけどね。今の養殖は割と天然とそう変わらぬ、かえって反対に美味しい時あるっていう。脂乗ってるなっていう感じのお魚を食べたい時は養殖物を買ったりもするので。聞くと身近な存在のよう。ではどんな種類の魚があるのか。ブリは宿毛湾で養殖されたブランド魚からノーブランドまで様々。鮭はほとんどが海外で養殖されたもの。マグロは地中海、その他タイ、シマアジ、ネイリと呼ばれるカンパチなどは高知の養殖物が多い。注目すべきは値段の差。例えばこの天然ブリは315円だが養殖だと586円。この差は何？天然物っていうのは非常に多いんですけど、実際市場から仕入れてみて3倍におろして割ってみて初めてどうかなっていう、仕入れたけど失敗っていうのがあるんですけど、養殖物はちょっと高いけれど品質はもう絶対間違いがないっていう。ではマグロはどうか。そもそもマグロは回遊魚で旬は秋から冬。マグロの王様本マグロとも呼ばれるクロマグロは良質なタンパク質の宝庫。魚からしか摂取できない DHA もトップクラス。天然魚と養殖魚には一体どんな違いがあるのか。養殖の魚を研究する専門家に聞いた。一つは成長がやっぱり、一般的には早い、特にマグロとかですね、ブリ類の回遊魚は非常に早いということが分かります。でこれは生けすという非常に限られた環境の中でですね、餌を確実に与えていることで成長も早いということはあります。身質、いわゆる肉質においてはですね、養殖魚は一般的にどの部位でも脂の乗り、いわゆる脂質含量が多くなっているというような特徴があります。これは運動が少ない、これは人間でもそうなんですけどね。でも最近は生けすの中に入れる微数ですねをコントロールしたらやっぱり運動が良くなりますし、餌なんかをコントロールすることで脂質含量を抑えたりできますので、逆に脂の乗った美味しい魚屋を作る努力もされてきているということがあります。観光客でにぎわう広め市場に最近カツオ文化に殴り込みをかける店ができた。大月町の養殖マグロ専門店だ。皆さん美味しいって食べてくれてます。はい。メニューにある山盛りを頼むとこの迫力。この後クロマグロの養殖現場に潜入。大月町宿毛湾、海水の透明度が高く全国からダイビング客も訪れる人気スポット。ここでクロマグロの養殖をしているのが唐沢薫さん52歳。かつてはマルタ共和国でマグロ養殖に携わり、13年前この地でマグロ養殖の免許を取った。こっちから入ってきますよ。この沖がもうこっちが豊後水道で、このずっと沖がもう太平洋、こっちが太平洋なんで。宿毛湾は太平洋の黒潮海流と
九州との間を流れる豊後水道に囲まれた海域。この環境こそ美味しいマグロが育つ最大の秘訣。スコモ湾の場合はですね、あそこは黒潮の分流が流れ込み、水深も深く、常にですね新鮮な海水で交換されてきます。それで魚も病気になりにくいという環境でもありますし、またクロマグロの養殖に適している通年の海水温が15度以上という条件も満たしております。マグロにとっては何とも心地よい住処。さらに生けすは直径50メートルあり、深さも十分。広い海を泳ぎ回っているのと同じだ。餌は新鮮なサバ。高知沖に来たマグロの稚魚をここに移し、およそ3年毎日餌を与える。天敵もおらず食べるにも困らず、ある意味天然より優れた環境だからこそ美味しいマグロへと成長するのだ。マグロの水揚げに同行した。驚いたのは生けすから取り上げるその方法。人とマグロの1対1、一本釣りだ。生けすに船を固定し、一本釣りの準備。ここにいるマグロは2000尾、1尾およそ50キロ。業務用の釣り針に仕込むのは高知沖で取れたサバ。次におとりのサバを投げ、水面近くにマグロを呼ぶ。餌に釣られて次第にマグロが活気づく。これが準備完了の合図だ。釣れたらすぐフィッシュピックで脳天を締める。これで絶命するが、マグロはそれでも暴れ、自らの体温を上げてしまう。時間との戦いだ。体温が上がっていくとマグロって焼けって言ってシーチキンみたいにゆだっちゃうんです。なんでそれを防ぐためにまず暴れさせない。脳天から脊髄に沿ってワイヤーを通し神経を破壊する。痙攣するのは神経にワイヤーが正しく通った証。釣り上げてからわずか1分36秒、50キロを超えるマグロの生け締めがこの日60尾繰り返された。そもそもなぜ船上で生け締めをするのか。もともとマグロが持ってるその運動エネルギー ATP というのがうまみ成分に変わるらしいんです、科学的に言うと。だから暴れさせると運動エネルギーがなくなっちゃうんで、うまみがなくなっちゃうんですよ。理想の生産システムを作り上げた唐沢さん。しかしここに至るには大きな苦労があったという。平成23年度に免許されたクロマグロ養殖場の一番最後の免許で、皆さんが先にいろいろ漁場を抑えていった中でもうここしかなかったんです、空いているところが。ここスクモ湾はマグロにとっては快適な環境。しかし人間にとっては日本一過酷なマグロ養殖場だ。冬型の気圧配置になると北西から風速20メートルもの波風が打ちつける。その中で毎日餌をやり、旬を迎えたマグロを水揚げしなければならない。黒潮の分流が絶えず流入してくるということは、反面しけに弱いということですから、他の会社さんだったらここだったらやってないかもしれないぐらいやっぱり波浪がかなり厳しい。誰も手をつけなかったこの海で生けすが流されないように知恵を絞り対策を講じ、毎日マグロと向き合ってきた。その努力が今日本一の品質と評価された。今会社を設立して14年目になってますけど、台風等の自然災害による被害は1回もありません。
今はやっぱり日本の中では一番いいクロマグロの養殖場だと思ってます。水揚げされたクロマグロはその日のうちに市場へ運ばれるほか、宿毛の加工工場で解体、消費者のもとへ届けられる。高知市内の寿司渡辺では常にこのクロマグロが食べられる。1年を通してそんなに味の上下もないですし、色の上下もないですね。やっぱり若干夏場は弱いらしいですけど、それでも1年通して状態のいいマグロが入りますね。高知には鮮度の高いカツオがある。それはそれで誇らしい。しかし見事に甘い脂を蓄えたこのマグロもまた高知人が作り上げた奇跡の一品だ。やっぱり地元の方は食べる機会もあまりないっていうこともあると思うんですけど、高知県産クロマグロって多分ご存じないと思うんですね。ただやれることは当然まだまだあると思いますし、可能性も秘めてると思いますし、それで自分ができることはやりたい。これを機に味わってみてはいかがだろうか。次回は高知が誇るもう一つの養殖魚、カンパチの驚くべき養殖方法に密着。